一瞬の気遣いが一生の武器になる。一瞬の気遣いで全ての人間関係がうまくいく。人付き合いで一番大切なこと、それは本物の気遣いです。こんにちは、ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は本物の気遣いという本をご紹介します。皆さんは気遣いというとどういうことを思い浮かべますか？辞書的に言うと、あれこれと気を使うこと、心遣いといったことになりますが、実はこの気遣いによって人生の質が明らかに高まるというのです。著者は史学博士、経営学博士、セラピスト、経営コンサルタントと様々な肩書きと顔を持つ井上博之さん。医療現場で、ビジネスで、プライベートで気遣いがいい結果を生んだ場面をたくさん経験してきた彼が気遣いの本質を伝えてくれています。本動画では気遣いのメリット、気遣いを身につけるポイント、そして様々な実際の気遣いをご紹介したいと思います。気遣いから生まれる5つのメリット。著者は気遣いを相手に対する愛情、思いやり、感謝の気持ちを行動に表すことと定義しています。ここで言う行動とは、例えば感謝の気持ちをありがとうございますと言葉にしたり、手紙やプレゼントを送って気持ちを形にしたりすることです。気遣いがうまくできるようになると、次のようなメリットが得られるようになります。一つ目は、人から好かれる。気遣いとは、相手への思いやりや愛情を行動で表すことなので、気遣いのできる人は間違いなく人に好かれます。この人は私にすごく関心を持ってくれている。こんな些細なことまで気づいてくれる。という印象を抱いてもらえれば、またお会いしたいな。この人にあの人を紹介したいな。など、人とのご縁に恵まれる機会が増えていきます。二つ目は、近道をして成長できる。例えば、もしあなたが新人で仕事がなかなか身につかないという状況だとしても、気遣いができていれば、必ず誰かがあなたを見ていてくれて手を差し伸べてくれるようになります。可愛がられる人になると、いろいろなことを教えてもらえて成長のスピードが速くなり、成長の近道が開けていきます。三つ目は、チャンスが増える。気遣いをするときは見返りを求めてはいけません。しかし、不思議なことに見返りを求めずに気遣いをし続けていると、ご縁に恵まれたり、仕事が増えたりするなど、チャンスが確実に増えていくのです。四つ目は、人生で成功できる。人間の能力を数値化したものに IQ、知能指数がありますよね。ですが、IQ の高い人間が必ずしも人生で成功するわけではありません。むしろ、SQ の高い人の方が成功すると言われています。SQ とは、生き方の知能指数、社会的指数などと訳され、人と関わる力や社会性の高さを示します。気遣いの能力に長けている人は SQ も高く、気遣いのできる人は成功すると言えるんです。五つ目は、心豊かに生きられる。気遣いはされると嬉しいものです。だから感謝されます。感謝されれば嬉しい。それは自分の喜びにもなるのです。つまり、気遣いをすればするほど自分の中に喜びが増え、心豊かに生きられるようになっていくんです。では、気遣いを身につけるために具体的に何をすればいいのでしょうか？ポイントは次の3つです。1、自分が嬉しいと感じることを相手にする。最初のポイントは、自分が何をされたら嬉しいかを考え、自分が嬉しいと感じることを相手にすることです。混んでいるバスの中で席を譲られたら嬉しいのであれば席を譲る。美味しいお菓子をもらったら嬉しいのであればお菓子を送る。褒められると嬉しいのであれば相手を褒める。待ち合わせに遅れないで来てくれることが嬉しいのであれば時間に遅れない。ありがとうと言ってもらえると嬉しいのであればありがとうと言う。答えは自分の中にあります。自分を見つめ、何をしてもらえれば嬉しいと感じるのかを洗い出しましょう。2、相手の立場になって嬉しいと感じてもらえることを考える。人は十人十色ですから、時にはお菓子をもらっても嬉しくないという方がいるかもしれません。その時に登場するのが2つ目のポイントです。相手の立場になって嬉しいと感じてもらえることを考えるのです。あの人は何であれば喜んでくれるのかを考えてみる。普段から愛情を持って相手を観察していると、喜びポイントが分かってくるはずです。もし分からなければ、
直接聞いてもいいでしょう。甘いものは苦手なんですか？そうですね。甘いものよりお酒が好きなんですよ。こう答えるかもしれません。その場合は次からお酒を送ることを考えてみればいいのです。周囲を観察し、人は何に喜びを感じるかを学んでいく。3つ目のポイントは、周囲を観察し、人は何に喜びを感じるかを学んでいくこと、そしてその真似をすることです。真似をすると言っても、最初はうまくできないことの方が多いと思います。しかし、小さなことを少しずつでもいいので、続けることを目標にして真似をしてみてください。すると、自分に合った方法も見つかり、あなたにしかできない気遣いが生まれるはずです。本書では、この3つのポイントを押さえながら、著者が自分の人生を通して感じたり、実践してきたりした本物の気遣いを具体的にお伝えしています。誰にでもできる簡単なことばかりです。最初は1つでも2つでもいいので、できれば継続してやってみてください。そのうちに自然と気遣いができるようになります。本動画では、その中から3つほどご紹介したいと思います。今の時代に必要な気遣いとは、プライベートでもビジネスでも、以前に比べると関わりが少なくなっている現代においては、気遣いの判断基準が難しく、余計なことになるならしない方がいいかも、と思ってしまうシーンが少なくありません。ですが、いくら世の中やビジネスで簡素化、簡略化が進んでも、人は何かをしてもらったり、してもらったことにお返しがあったりすれば、喜びを感じます。これは人の心理なので変わることはありません。小さなことでいいので、絶やさずに気遣いを続けてみてください。例えば、誰よりも早く誕生日のメッセージを送る。贈り物をする際は、実際に手に取り、どんなものかを確認してから送る。仕事が行き詰まっている同僚に缶コーヒーの差し入れをする。上司が確認する資料に付箋で一言添える。些細なことでも、ありがとうを欠かさずに伝える。など、ちょっとした手間を惜しまないように心がけてみましょう。多くの時間とお金がかかるわけではありませんし、ほんのちょっとした手間で済むことばかりです。ですが、こうした小さな積み重ねが将来大きな結果となって返ってくるはずです。ありがとうは魔法の言葉。ありがとうは気配りに満ちた最大のコミュニケーションツールです。ありがとうを言った数だけお互いの関係が良好になります。ありがとうの気持ちをより丁寧に相手の心に深く届くようにしたいときには、次の3つの組み合わせを意識してみましょう。〇〇さん、〇〇してくれてありがとう。例えばこんな感じです。井川さん、素敵な誕生日プレゼントをありがとうございました。田中さん、気づきを与えていただきありがとうございました。渡辺様、商品をお買い上げいただきありがとうございました。心理学では相手の名前を呼ぶことで自分への好感度が上がることが分かっています。また、何に対して感謝するのかを付け加えた方が丁寧な印象を与えられます。そのため、相手の名前、感謝する事柄、ありがとう、この3つの組み合わせを意識することで、感謝の気持ちをより深く伝えることができるのです。夫婦は干渉し合わない、細かいことに目を向けない。どんなに近い関係である夫婦も恋人も、それぞれに個性があり、別の人格を持っています。同じではないから当然違いがあります。一緒に生きていくときに大切なのは、この違いを受け止めることです。違いがあって当然という前提を意識すると、夫婦も恋人もうまくいきます。逆に価値観が似ているところがあったり、同じ発想をしたりするところを見つけたら、一緒のところがあってラッキーと捉える。すると人生は楽になっていきます。また、夫婦は自分でできることは自分でやるようにしましょう。例えば、家でトイレに入ったら、ホルダーにトイレットペーパーの芯だけ残っていた。家庭ではよくあることです。そんな時に、なんで捨てておかないんだよ、というパートナーが多いかもしれません。言われた方は、忘れてたの仕方ないじゃない、と小さな言い合いになり、お互いの気持ちが波立ってしまいます。なんで捨てておかないんだよ、という言葉になるのか。ゴミは奥さんが捨てるもの、と頭から決めつけているからではないでしょうか。一緒に生活しているのですから、必ず奥さんが捨てなきゃいけない。これは夫がやらなければいけない。と決めつけない方が楽です。生活上の細々としたことは気づいた人がやればいいんです。文句を言う前に自分でやればすぐに済みます。運命共同体である夫婦においては、
気づいた方がやることは、お互いへの気遣いであり、夫婦円満の秘訣ではないでしょうか。誰にでもできる簡単なことばかりですが、それを習慣にできて、自然と気遣いができるようになると、質の高い人生を手に入れられるはずです。本書には、プライベート、ビジネスの場で活かせる、様々な気遣いの具体的な考え方が山のように紹介されていますので、気になった方は、ぜひ読んでみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。